今日は日本の電車の中の静けさについて話したいと思います。初めて日本に来た人が驚くことの一つに、通勤電車の雰囲気があります。多くの人が乗っていて、座る場所がないほど混んでいるのに、車内はとても静かです。誰も話していないわけではありませんが、全体として落ち着いた空気が保たれていて、不思議に感じる人も多いと思います。朝の時間、駅のホームには多くの人が並び、電車が到着すると一斉に乗り込みます。これだけ人が集まれば、賑やかになりそうですが、実際には小さな音しか聞こえません。会話をする人もいますが、声の大きさは自然と控えめになります。周りの人との距離が近いため、大きな声は目立ってしまうと感じるからです。電車の中では、電話をかける人はほとんどいません。着信音が鳴った場合も、すぐに止めるか、短く後でかけ直しますと伝えて通話を終えます。これはルールとして強く決められているわけではありませんが、多くの人が自然に守っています。狭い空間で多くの人が同じ時間を過ごすため、周りの人の時間を邪魔しないようにしようという意識が働いているのだと思います。代わりに、車内ではスマートフォンを見る人が多く見られます。ニュースを読んだり、音楽を聴いたり、本を読んだりと、それぞれが自分の時間を静かに過ごしています。イヤホンを使うのもそのための工夫です。音を外に出さないことで、同じ空間にいる人同士が互いに気を使わずに済みます。誰かが強く注意するわけではありませんが、周囲の様子を見ながら自然と行動が揃っていきます。また、優先席の近くでは携帯電話の扱いに特に気をつける人もいます。周りに体調の悪い人や高齢者がいる可能性があるため、静かに過ごそうと考える人が多いからです。必ずしも完璧に守られているわけではありませんが、そのような配慮を大切にする空気があります。夜の電車になると、朝とは少し雰囲気が変わります。仕事帰りの人が増え、会話も多少聞こえるようになりますが、それでも大きな声で話す人は多くありません。疲れている人が多いため、静かな時間を求めていると感じます。短い移動時間を休憩として使っている人も多く、目を閉じている姿もよく見かけます。この静けさは、単に音を出さないということだけではありません。周りの人に必要以上に関わらないという距離の取り方でもあります。助けが必要な場面では声をかけますが、それ以外では互いの時間を尊重し、干渉しすぎないことが大切にされています。多くの人が同じ空間を共有するからこそ、静かな環境が保たれているのだと思います。僕自身も電車に乗ると自然に声の大きさを抑え、動作を小さくするようになりました。特に意識しているわけではありませんが、周りの雰囲気に合わせて行動しているのだと気づきます。この感覚は、ルールを覚えるというより、経験の中で身についていくもののように思えます。日本の電車の静けさは、厳しい規則の結果ではなく、多くの人が同じ時間を気持ちよく過ごすための工夫から生まれています。大きな声を出さなくても移動はでき、静かに過ごすことで疲れも少なくなります。忙しい日常の中で、短い移動時間を落ち着いた時間として使うための知恵とも言えるかもしれません。もし日本で電車に乗る機会があれば、
周りの様子を少し観察してみてください。特別な指示がなくても、多くの人の行動が自然に揃っていることに気づくと思います。この静けさは、日本の公共空間の特徴の一つであり、互いに配慮しながら過ごすための方法なのだと感じました。今日は、日本の行列に並ぶ文化について話したいと思います。日本で生活していると、様々な場所で自然に列ができている場面をよく見かけます。ラーメン店の前、駅のホーム、バス停、イベント会場など、特別な案内がなくても、人は同じ方向に並び始めます。そして、不思議なことに、その列は大きく乱れることがほとんどありません。初めて日本に来た人の中には、どうして皆こんなに静かに待てるのかと驚く人もいます。長い時間待つこともあるのに、不満を強く表す人は多くありません。もちろん急いでいる人もいますが、順番を守ることが自然な行動として受け入れられているように感じます。並ぶこと自体が特別な行為ではなく、生活の一部になっているのだと思います。例えば電車のホームでは、乗る位置に印がついていることが多く、その前に列ができます。電車が到着すると、まず降りる人が出て、その後に乗る人が順番に進みます。誰かが大きな声で指示を出しているわけではありませんが、多くの人が同じ流れで動きます。この順序が守られることで、混雑していても大きな混乱が起きにくくなっています。店でも同じです。人気のある店では、開店前から人が並びます。待ち時間が長くても、途中で順番を変えようとする人はほとんどいません。後から来た人も自然に最後へ並びます。列の最後がどこかわからないときは、周りの人に最後はどこですかと静かに確認することもあります。このやりとりにも相手を尊重する雰囲気があります。なぜここまで順番が守られるのかを考えると、公平さを大切にしているからだと感じます。先に来た人が先に利用できるという単純な考え方ですが、それが安心感につながっています。並べば必ず自分の番が来ると分かっているため、強く主張する必要がありません。急いで前に出るより、落ち着いて待つ方が結果的に楽だと多くの人が感じているようです。また、周りの人の目も影響しています。割り込みをすると、直接注意されなくても、周囲の空気が変わります。そのため、多くの人が自然に行動を合わせます。強い罰則があるわけではありませんが、互いに気持ちよく過ごすための暗黙の理解があるのだと思います。列に並んでいる間、人々はそれぞれ静かに時間を過ごします。スマートフォンを見たり、本を読んだり、ただ前を見て待っていたりと、行動は様々です。待つこと自体が特別なストレスにならないよう、各自が自分の時間として使っています。急がない時間の過ごし方も、この文化の一部かもしれません。もちろん、すべてが完璧というわけではありません。混雑が激しい時には戸惑う場面もありますが、それでも大きな争いになることは少ないと感じます。多少の遅れがあっても、秩序を保つ方が全体にとって良いという考え方が共有されているようです。僕自身も自然に列へ並ぶようになりました。急いでいる時でも、
順番を守る方が結果的に安心できると感じます。列に並ぶことは不便に見えるかもしれませんが、同時に安全でわかりやすい方法でもあります。誰が先かを確認する必要がなく、流れに従うだけで行動できます。日本の行列は単に待つための仕組みではなく、人と人との距離を保つ方法でもあります。順番を共有することで、互いに無理な主張をせずに済みます。大きな声や強い行動がなくても物事が進むのは、この小さな約束が守られているからだと思います。もし日本で列を見かけたら、周りの人と同じように並んでみてください。特別な説明がなくても、流れに合わせることで自然に理解できます。行列に並ぶ文化は、効率だけでなく、安心して生活するための知恵の一つなのだと感じました。今日は、日本でよく見かけるエスカレーターの立ち位置について話したいと思います。日本の駅やデパートに行くと、エスカレーターに乗る人たちが自然に片側へ寄って立っていることに気づきます。急いでいる人のために、もう一方のそばを開けているのです。誰かが指示をしているわけではありませんが、多くの人が同じ行動をとっています。東京では左側に立ち、右側を歩く人のために開けることが多いです。反対に、関西では右側に立つのが一般的だと言われています。同じ国の中でも地域によって違いがあるのは面白いところですが、どちらも目的は同じで、急いでいる人が通れるようにする配慮です。旅行者にとっては少し分かりにくいこともありますが、周りを見ていると自然に分かってきます。朝の通勤時間の駅では、この習慣が特にはっきり見られます。多くの人が列を作ってエスカレーターに乗り、立つ人は静かに片側へ並びます。その横を急いでいる人が足早に通り過ぎていきます。声をかけたり、押したりすることはほとんどありません。お互いが相手の行動を予測しているため、混雑していても流れが止まりにくくなっています。この行動は、法律や規則として決まっているわけではありません。安全のためには歩かずに立つ方が良いと案内されることもありますが、それでも多くの人が開ける習慣を続けています。急いでいる人を優先するという考え方が、長い時間の中で自然に共有されてきたのだと思います。周囲の人の動きを見ながら、自分の位置を調整することが大切にされています。また、エスカレーターの前でも小さな列ができます。乗り口に人が集まると、無理に進まず順番を待ちます。誰かが前に出ようとすると、流れが乱れるため、多くの人が同じ距離を持ちながら並びます。短い時間ですが、その間にも周りの人への配慮が働いています。僕自身もエスカレーターに近づくと自然に周囲を確認するようになりました。急いでいないときは片側に立ち、後ろから来る人が通れるように少し前へ寄ります。特に意識しているわけではありませんが、周りの人と同じように行動することで安心感が生まれます。誰かに注意されなくても、空気の中で理解されているルールのように感じます。一方で、この習慣については様々な意見もあります。安全面を考えると歩かない方が良いとされることもあり、駅の案内放送で歩かずにご利用くださいと聞くこともあります。
それでも、多くの人が急いでいる人のために道を開けようとする姿を見ると、効率と配慮の両方を大切にしているのだと感じます。エスカレーターの立ち位置は、とても小さな行動ですが、日本の公共空間での過ごし方を表しているように思います。自分の都合だけでなく、周りの人の動きも考えて行動することで、多くの人が同じ場所をスムーズに使うことができます。大きな声や強い指示がなくても秩序が保たれているのは、こうした細かな気遣いの積み重ねによるものです。もし日本でエスカレーターに乗ることがあれば少し周囲を見てみてください。立っている人の位置や歩く人の流れから、どちらに寄ればよいかが自然にわかります。特別な知識がなくても、周りに合わせることで無理なく行動できます。この習慣は厳しい規則ではなく、互いに時間を大切にするための方法の一つだと感じました。エスカレーターの立ち位置は、短い移動の中にある小さな約束のようなものです。多くの人が同じ空間を共有するとき少しずつ譲り合うことで全体が動きやすくなります。その姿から、日本の公共空間の静かな協力の形が見えてくるように思います。今日は、日本の街についてよく聞かれるどうしてゴミ箱が少ないのに綺麗なのかという話をしたいと思います。初めて日本に来た人の多くが、駅や通りを歩いた時にこの点に気づきます。飲み物の自動販売機はたくさんあるのに、近くに大きなゴミ箱が見つからないこともあり、最初は少し困るかもしれません。それでも道にゴミがほとんど落ちていないことに、不思議な印象を持つ人が多いようです。理由の一つは、自分のゴミは自分で持ち帰るという考え方です。外で食べたり飲んだりした後、すぐに捨てる場所がなくても、袋に入れてカバンにしまい、家まで持って帰る人が多くいます。特別なルールとして教えられるわけではありませんが、子供の頃から自然に身につく習慣です。遠足や学校行事でも、出たゴミは持ち帰るように言われることが多く、その経験が日常の行動につながっているのだと思います。また、日本では家庭でのゴミの分け方が細かく決められています。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミなどに分け、決められた曜日に出します。この仕組みに慣れているため、外でもすぐに捨てるより、後で分けて捨てようと考える人が多いのかもしれません。どこにでもまとめて捨てるより、持ち帰って処理する方が自然だと感じている人もいます。コンビニの前に小さなゴミ箱が置かれていることがありますが、これは主にその店で買ったものを捨てるためのものです。誰でも自由に使えるように見えても、他の場所で出たゴミを入れるのは遠慮されることが多いです。このような暗黙の理解があるため、ゴミ箱があっても溢れることが少なく、周囲もきれいに持たれています。街を歩いていると、掃除をしている人の姿を見ることもあります。店の前を店員が掃いたり、地域の人が朝に通りをきれいにしたりしています。ただし、それだけで街の清潔さが保たれているわけではありません。多くの人がゴミを落とさないように気をつけているからこそ、大きな負担にならずに続いているのだと思います。さらに、人に迷惑をかけないようにするという考え方も関係していると感じます。道にゴミを捨てると、誰かが片付けなければなりません。その手間をかけさせないように、自分で処理しようとする気持ちが働いています。
強く注意されるわけではありませんが、周りの目を意識することで自然に行動が整えられています。もちろん、すべてが完璧というわけではありません。人が多く集まる場所では、ゴミが増えることもあります。それでも、大きな混乱になりにくいのは、多くの人が同じ意識を持っているからだと思います。一人一人の小さな行動が積み重なり、街全体の印象を作っているのです。僕自身も、外で食べた後にゴミを持ち歩くことがあります。最初は少し不便に感じることもありましたが、慣れてくると特別なことではなくなりました。カバンの中に小さな袋を入れておくと自然に対応できます。捨てる場所を探して歩き回るより、家まで持ち帰る方が気持ちが落ち着くと感じることもあります。日本の街がきれいに見えるのは、大きな設備や特別な監視があるからではありません。日常の中での小さな配慮が続いているからだと思います。ゴミ箱が少ないことは不便に見えますが、その分、自分の行動を考えるきっかけにもなっています。もし日本を訪れたとき、ゴミ箱が見つからず困ったら少しだけ持ち歩いてみてください。周りの人の行動を見ることで、この習慣の意味が少しわかるかもしれません。街の清潔さは特別な努力ではなく、毎日の小さな選択によって保たれているのだと感じました。今日は日本の飲食店でよく見られる店員を呼ぶ文化について話したいと思います。日本のレストランや居酒屋に入ると、客が席に座ったまま店員に声をかけて注文する場面をよく見かけます。多くの場合、すみませんと一言声を出して店員を呼びます。この行動に初めて触れた人は少し驚くかもしれません。失礼にならないのかと不安に感じる人もいますが、日本ではごく普通のやり方として受け入れられています。店に入ると、まず席に案内され、水やおしぼりが置かれます。その後、店員は近くに立ったまま待つのではなく少し離れた場所へ戻ります。客はメニューを見ながら注文を決め、準備ができたら声をかけます。店員が何度も席に来て様子を確認することはあまりありません。客が自分のタイミングで注文する方が落ち着いて選べると考えられているからです。この時使われるすみませんは、謝る意味だけではありません。相手の注意を向けるための合図として使われます。強い呼び方ではなく、丁寧に知らせる言葉に近いものです。大きな声を出す必要はなく、店員が気づく程度の声で十分です。近くの店員と目が合った時に軽く言うだけでも伝わります。海外では、店員が客の様子を見て近づき、ご注文はお決まりですかと聞く形式が多いと聞きます。そのため、日本のやり方は少し不思議に見えるかもしれません。しかし、日本では店員が常に客の近くにいると、かえって落ち着かないと感じる人もいます。客の時間を邪魔しないよう、必要な時だけ関わる距離が心地よいと考えられているようです。また、多くの店には呼び出しボタンが置かれています。ボタンを押すと店員が来てくれる仕組みで、声を出さなくても注文できます。この設備がある店でも、ボタンを使わずに声をかける人もいます。どちらも自然な方法として受け入れられています。重要なのは、
客が自分のペースで食事を進められることです。居酒屋では少し賑やかな雰囲気の中ですみませんと声をかける場面が特に多く見られます。複数の客が同時に呼ぶこともありますが、店員は順番に対応します。客同士が競い合うことはあまりなく、店員も落ち着いて動いています。慣れてくると自然なやりとりとして感じられます。僕自身も店に入るとメニューをゆっくり見てから店員を呼びます。せかされることがないので安心して選ぶことができます。声をかけるとすぐに来てくれることが多く、そのやりとりは短くても丁寧です。食事が終わった後も店員に声をかけて会計を頼むのが一般的です。席で待っているだけでは進まないため、自分から合図を送ることが必要になります。この文化は、客と店員の関係が対等に近いことを示しているとも言えます。どちらかが一方的に合わせるのではなく、互いのタイミングを尊重しながらやり取りが行われます。店員は客を見守り、客は必要な時に声をかけます。その距離感が食事の時間を落ち着いたものにしているのだと思います。もし日本の店に入った時、店員が近くに来なくても心配はいりません。注文が決まったら、軽くすみませんと声をかけてみてください。特別な勇気は必要なく、周りの人と同じように行動すれば自然に通じます。この小さな呼びかけは、日本の食事の中で大切な役割を持っており、互いに気持ちよく過ごすための合図なのだと感じました。今日は、日本の道路で見られる小さな合図や気遣いについて話したいと思います。日本で車に乗ったり、道を歩いたりしていると、特別な言葉を使わなくても、互いに気持ちを伝え合っている場面をよく見かけます。法律で決められているわけではありませんが、多くの人が自然に言っている習慣があり、それが道路の雰囲気を柔らかくしているように感じます。まず有名なのがお礼ハザードです。車線変更をさせてもらったとき、後ろの車に向かってハザードランプを数回だけ点灯させます。本来ハザードランプは緊急時や駐車時に使うものですが、この短い点灯は入れてくれてありがとうございますという意味として使われます。声は聞こえませんが、光の合図で感謝を伝えているのです。必ず行わなければならない決まりではありませんが、これを見ると相手の気持ちがわかり、運転している側も少し安心します。細い道でも似たような場面があります。住宅街などでは、車同士がすれ違えない道に入ることがあります。その時、どちらかの車が少し手前で止まり、相手を先に通します。通してもらった側は、軽く会釈をしたり、手を挙げて挨拶をしたりします。窓を開けて言葉を交わすことはほとんどありませんが、その短い動作だけで十分に気持ちが伝わります。急いでいる時でも、このやりとりが行われるのを見ると、不思議と落ち着いた気持ちになります。歩行者との関係にも特徴があります。横断歩道の前に人が立っていると、車が止まる場面が多く見られます。止まってもらった歩行者は、急いで渡るだけでなく、軽く頭を下げることがあります。これも決まりではありませんが、自然に行われています。互いに相手を意識していることが、行動として現れているように思います。
また、日本ではクラクションがあまり使われません。危険を知らせる必要がある時以外は鳴らさない方が良いと考える人が多く、少し待てば済む場面では静かに待ちます。音で急がせるより、相手の動きを見て対応する方が良いという感覚があるのかもしれません。そのため、道路全体の雰囲気も比較的落ち着いています。このような合図は、交通の流れを大きく変えるものではありませんが、気持ちの面での余裕を生んでいます。譲った側も譲られた側も、短い時間の中で相手の存在を認め合います。時間にするとほんの数秒ですが、その積み重ねが道路の空気を柔らかくしているのだと思います。僕自身も運転をしていると、道を譲ってもらうことがあります。その時、自然にハザードランプをつけたり、手を挙げたりします。最初から教えられたわけではなく、周りの人の行動を見て覚えました。強制されている感じはなく、むしろ行うことで気持ちが落ち着きます。相手の表情は見えなくても、同じ道を使っている仲間のような感覚が生まれるからです。こうしたやりとりは、小さな礼儀のようなものかもしれません。大げさな挨拶ではありませんが、相手への配慮を短い合図で伝えています。急いでいる時ほど忘れがちですが、少し余裕を持つことで全体の流れが整います。道路は多くの人が共有する場所だからこそ、こうした気遣いが意味を持つのだと思います。もし日本で車に乗る機会があれば、周りの動きを少し観察してみてください。ハザードランプの短い点灯や軽い会釈の意味が分かってくると、運転の印象も変わるかもしれません。言葉を使わなくても気持ちを伝え合う方法があることに気づき、道路の景色が少し違って見えてくるように感じました。今日は日本の電車の中の静けさについて話したいと思います。初めて日本に来た人が驚くことの一つに、通勤電車の雰囲気があります。多くの人が乗っていて、座る場所がないほど混んでいるのに、車内はとても静かです。誰も話していないわけではありませんが、全体として落ち着いた空気が保たれていて、不思議に感じる人も多いと思います。朝の時間、駅のホームには多くの人が並び、電車が到着すると一斉に乗り込みます。これだけ人が集まれば、賑やかになりそうですが、実際には小さな音しか聞こえません。会話をする人もいますが、声の大きさは自然と控えめになります。周りの人との距離が近いため、大きな声は目立ってしまうと感じるからです。電車の中では、電話をかける人はほとんどいません。着信音が鳴った場合も、すぐに止めるか、短く後でかけ直しますと伝えて通話を終えます。これはルールとして強く決められているわけではありませんが、多くの人が自然に守っています。狭い空間で多くの人が同じ時間を過ごすため、周りの人の時間を邪魔しないようにしようという意識が働いているのだと思います。代わりに、車内ではスマートフォンを見る人が多く見られます。ニュースを読んだり、音楽を聴いたり、本を読んだりと、それぞれが自分の時間を静かに過ごしています。イヤホンを使うのもそのための工夫です。音を外に出さないことで、同じ空間にいる人同士が互いに気を使わずに済みます。誰かが強く注意するわけではありませんが、周囲の様子を見ながら自然と行動が揃っていきます。
また、優先席の近くでは携帯電話の扱いに特に気をつける人もいます。周りに体調の悪い人や高齢者がいる可能性があるため、静かに過ごそうと考える人が多いからです。必ずしも完璧に守られているわけではありませんが、そのような配慮を大切にする空気があります。夜の電車になると、朝とは少し雰囲気が変わります。仕事帰りの人が増え、会話も多少聞こえるようになりますが、それでも大きな声で話す人は多くありません。疲れている人が多いため、静かな時間を求めていると感じます。短い移動時間を休憩として使っている人も多く、目を閉じている姿もよく見かけます。この静けさは、単に音を出さないということだけではありません。周りの人に必要以上に関わらないという距離の取り方でもあります。助けが必要な場面では声をかけますが、それ以外では互いの時間を尊重し、干渉しすぎないことが大切にされています。多くの人が同じ空間を共有するからこそ、静かな環境が保たれているのだと思います。僕自身も電車に乗ると自然に声の大きさを抑え、動作を小さくするようになりました。特に意識しているわけではありませんが、周りの雰囲気に合わせて行動しているのだと気づきます。この感覚は、ルールを覚えるというより、経験の中で身についていくもののように思えます。日本の電車の静けさは、厳しい規則の結果ではなく、多くの人が同じ時間を気持ちよく過ごすための工夫から生まれています。大きな声を出さなくても移動はでき、静かに過ごすことで疲れも少なくなります。忙しい日常の中で、短い移動時間を落ち着いた時間として使うための知恵とも言えるかもしれません。もし日本で電車に乗る機会があれば、周りの様子を少し観察してみてください。特別な指示がなくても、多くの人の行動が自然に揃っていることに気づくと思います。この静けさは、日本の公共空間の特徴の一つであり、互いに配慮しながら過ごすための方法なのだと感じました。今日は、日本の行列に並ぶ文化について話したいと思います。日本で生活していると、様々な場所で自然に列ができている場面をよく見かけます。ラーメン店の前、駅のホーム、バス停、イベント会場など、特別な案内がなくても、人は同じ方向に並び始めます。そして、不思議なことに、その列は大きく乱れることがほとんどありません。初めて日本に来た人の中には、どうして皆こんなに静かに待てるのかと驚く人もいます。長い時間待つこともあるのに、不満を強く表す人は多くありません。もちろん急いでいる人もいますが、順番を守ることが自然な行動として受け入れられているように感じます。並ぶこと自体が特別な行為ではなく、生活の一部になっているのだと思います。例えば電車のホームでは、乗る位置に印がついていることが多く、その前に列ができます。電車が到着すると、まず降りる人が出て、その後に乗る人が順番に進みます。誰かが大きな声で指示を出しているわけではありませんが、多くの人が同じ流れで動きます。この順序が守られることで、混雑していても大きな混乱が起きにくくなっています。店でも同じです。人気のある店では、開店前から人が並びます。待ち時間が長くても、
途中で順番を変えようとする人はほとんどいません。後から来た人も自然に最後へ並びます。列の最後がどこかわからないときは、周りの人に最後はどこですかと静かに確認することもあります。このやりとりにも相手を尊重する雰囲気があります。なぜここまで順番が守られるのかを考えると、公平さを大切にしているからだと感じます。先に来た人が先に利用できるという単純な考え方ですが、それが安心感につながっています。並べば必ず自分の番が来ると分かっているため、強く主張する必要がありません。急いで前に出るより、落ち着いて待つ方が結果的に楽だと多くの人が感じているようです。また、周りの人の目も影響しています。割り込みをすると、直接注意されなくても、周囲の空気が変わります。そのため、多くの人が自然に行動を合わせます。強い罰則があるわけではありませんが、互いに気持ちよく過ごすための暗黙の理解があるのだと思います。列に並んでいる間、人々はそれぞれ静かに時間を過ごします。スマートフォンを見たり、本を読んだり、ただ前を見て待っていたりと、行動は様々です。待つこと自体が特別なストレスにならないよう、各自が自分の時間として使っています。急がない時間の過ごし方も、この文化の一部かもしれません。もちろん、すべてが完璧というわけではありません。混雑が激しい時には戸惑う場面もありますが、それでも大きな争いになることは少ないと感じます。多少の遅れがあっても、秩序を保つ方が全体にとって良いという考え方が共有されているようです。僕自身も自然に列へ並ぶようになりました。急いでいる時でも、順番を守る方が結果的に安心できると感じます。列に並ぶことは不便に見えるかもしれませんが、同時に安全で分かりやすい方法でもあります。誰が先かを確認する必要がなく、流れに従うだけで行動できます。日本の行列は単に待つための仕組みではなく、人と人との距離を保つ方法でもあります。順番を共有することで、互いに無理な主張をせずに済みます。大きな声や強い行動がなくても物事が進むのは、この小さな約束が守られているからだと思います。もし日本で列を見かけたら、周りの人と同じように並んでみてください。特別な説明がなくても、流れに合わせることで自然に理解できます。行列に並ぶ文化は、効率だけでなく、安心して生活するための知恵の一つなのだと感じました。今日は、日本でよく見かけるエスカレーターの立ち位置について話したいと思います。日本の駅やデパートに行くと、エスカレーターに乗る人たちが自然に片側へ寄って立っていることに気づきます。急いでいる人のために、もう一方のそばを開けているのです。誰かが指示をしているわけではありませんが、多くの人が同じ行動をとっています。東京では左側に立ち、右側を歩く人のために開けることが多いです。反対に、関西では右側に立つのが一般的だと言われています。同じ国の中でも地域によって違いがあるのは面白いところですが、どちらも目的は同じで、急いでいる人が通れるようにする配慮です。旅行者にとっては少し分かりにくいこともありますが、周りを見ていると自然に分かってきます。
朝の通勤時間の駅では、この習慣が特にはっきり見られます。多くの人が列を作ってエスカレーターに乗り、立つ人は静かに片側へ並びます。その横を急いでいる人が足早に通り過ぎていきます。声をかけたり、押したりすることはほとんどありません。お互いが相手の行動を予測しているため、混雑していても流れが止まりにくくなっています。この行動は法律や規則として決まっているわけではありません。安全のためには歩かずに立つ方が良いと案内されることもありますが、それでも多くの人が開ける習慣を続けています。急いでいる人を優先するという考え方が、長い時間の中で自然に共有されてきたのだと思います。周囲の人の動きを見ながら、自分の位置を調整することが大切にされています。また、エスカレーターの前でも小さな列ができます。乗り口に人が集まると、無理に進まず順番を待ちます。誰かが前に出ようとすると、流れが乱れるため、多くの人が同じ距離を持ちながら並びます。短い時間ですが、その間にも周りの人への配慮が働いています。僕自身もエスカレーターに近づくと自然に周囲を確認するようになりました。急いでいないときは片側に立ち、後ろから来る人が通れるように少し前へ寄ります。特に意識しているわけではありませんが、周りの人と同じように行動することで安心感が生まれます。誰かに注意されなくても、空気の中で理解されているルールのように感じます。一方で、この習慣については様々な意見もあります。安全面を考えると歩かない方が良いとされることもあり、駅の案内放送で歩かずにご利用くださいと聞くこともあります。それでも、多くの人が急いでいる人のために道を開けようとする姿を見ると、効率と配慮の両方を大切にしているのだと感じます。エスカレーターの立ち位置はとても小さな行動ですが、日本の公共空間での過ごし方を表しているように思います。自分の都合だけでなく、周りの人の動きも考えて行動することで、多くの人が同じ場所をスムーズに使うことができます。大きな声や強い指示がなくても秩序が保たれているのは、こうした細かな気遣いの積み重ねによるものです。もし日本でエスカレーターに乗ることがあれば少し周囲を見てみてください。立っている人の位置や歩く人の流れから、どちらに寄ればよいかが自然にわかります。特別な知識がなくても、周りに合わせることで無理なく行動できます。この習慣は厳しい規則ではなく、互いに時間を大切にするための方法の一つだと感じました。エスカレーターの立ち位置は、短い移動の中にある小さな約束のようなものです。多くの人が同じ空間を共有するとき少しずつ譲り合うことで全体が動きやすくなります。その姿から、日本の公共空間の静かな協力の形が見えてくるように思います。今日は、日本の街についてよく聞かれるどうしてゴミ箱が少ないのに綺麗なのかという話をしたいと思います。初めて日本に来た人の多くが、駅や通りを歩いた時にこの点に気づきます。飲み物の自動販売機はたくさんあるのに、近くに大きなゴミ箱が見つからないこともあり、最初は少し困るかもしれません。それでも道にゴミがほとんど落ちていないことに、不思議な印象を持つ人が多いようです。理由の一つは、
自分のゴミは自分で持ち帰るという考え方です。外で食べたり飲んだりした後、すぐに捨てる場所がなくても、袋に入れてカバンにしまい、家まで持って帰る人が多くいます。特別なルールとして教えられるわけではありませんが、子供の頃から自然に身につく習慣です。遠足や学校行事でも、出たゴミは持ち帰るように言われることが多く、その経験が日常の行動につながっているのだと思います。また、日本では家庭でのゴミの分け方が細かく決められています。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミなどに分け、決められた曜日に出します。この仕組みに慣れているため、外でもすぐに捨てるより、後で分けて捨てようと考える人が多いのかもしれません。どこにでもまとめて捨てるより、持ち帰って処理する方が自然だと感じている人もいます。コンビニの前に小さなゴミ箱が置かれていることがありますが、これは主にその店で買ったものを捨てるためのものです。誰でも自由に使えるように見えても、他の場所で出たゴミを入れるのは遠慮されることが多いです。このような暗黙の理解があるため、ゴミ箱があっても溢れることが少なく、周囲もきれいに持たれています。街を歩いていると、掃除をしている人の姿を見ることもあります。店の前を店員が掃いたり、地域の人が朝に通りをきれいにしたりしています。ただし、それだけで街の清潔さが保たれているわけではありません。多くの人がゴミを落とさないように気をつけているからこそ、大きな負担にならずに続いているのだと思います。さらに、人に迷惑をかけないようにするという考え方も関係していると感じます。道にゴミを捨てると、誰かが片付けなければなりません。その手間をかけさせないように、自分で処理しようとする気持ちが働いています。強く注意されるわけではありませんが、周りの目を意識することで自然に行動が整えられています。もちろん、すべてが完璧というわけではありません。人が多く集まる場所では、ゴミが増えることもあります。それでも、大きな混乱になりにくいのは、多くの人が同じ意識を持っているからだと思います。一人一人の小さな行動が積み重なり、街全体の印象を作っているのです。僕自身も、外で食べた後にゴミを持ち歩くことがあります。最初は少し不便に感じることもありましたが、慣れてくると特別なことではなくなりました。カバンの中に小さな袋を入れておくと自然に対応できます。捨てる場所を探して歩き回るより、家まで持ち帰る方が気持ちが落ち着くと感じることもあります。日本の街がきれいに見えるのは、大きな設備や特別な監視があるからではありません。日常の中での小さな配慮が続いているからだと思います。ゴミ箱が少ないことは不便に見えますが、その分、自分の行動を考えるきっかけにもなっています。もし日本を訪れたとき、ゴミ箱が見つからず困ったら少しだけ持ち歩いてみてください。周りの人の行動を見ることで、この習慣の意味が少しわかるかもしれません。街の清潔さは特別な努力ではなく、毎日の小さな選択によって保たれているのだと感じました。今日は日本の飲食店でよく見られる店員を呼ぶ文化について話したいと思います。日本のレストランや居酒屋に入ると、客が席に座ったまま店員に声をかけて注文する場面をよく見かけます。多くの場合、
すみませんと一言声を出して店員を呼びます。この行動に初めて触れた人は少し驚くかもしれません。失礼にならないのかと不安に感じる人もいますが、日本ではごく普通のやり方として受け入れられています。店に入ると、まず席に案内され、水やおしぼりが置かれます。その後、店員は近くに立ったまま待つのではなく少し離れた場所へ戻ります。客はメニューを見ながら注文を決め、準備ができたら声をかけます。店員が何度も席に来て様子を確認することはあまりありません。客が自分のタイミングで注文する方が落ち着いて選べると考えられているからです。この時使われるすみませんは、謝る意味だけではありません。相手の注意を向けるための合図として使われます。強い呼び方ではなく、丁寧に知らせる言葉に近いものです。大きな声を出す必要はなく、店員が気づく程度の声で十分です。近くの店員と目が合った時に軽く言うだけでも伝わります。海外では、店員が客の様子を見て近づき、ご注文はお決まりですかと聞く形式が多いと聞きます。そのため、日本のやり方は少し不思議に見えるかもしれません。しかし、日本では店員が常に客の近くにいると、かえって落ち着かないと感じる人もいます。客の時間を邪魔しないよう、必要な時だけ関わる距離が心地よいと考えられているようです。また、多くの店には呼び出しボタンが置かれています。ボタンを押すと店員が来てくれる仕組みで、声を出さなくても注文できます。この設備がある店でも、ボタンを使わずに声をかける人もいます。どちらも自然な方法として受け入れられています。重要なのは、客が自分のペースで食事を進められることです。居酒屋では少し賑やかな雰囲気の中ですみませんと声をかける場面が特に多く見られます。複数の客が同時に呼ぶこともありますが、店員は順番に対応します。客同士が競い合うことはあまりなく、店員も落ち着いて動いています。慣れてくると、自然なやりとりとして感じられます。僕自身も、店に入るとメニューをゆっくり見てから店員を呼びます。せかされることがないので、安心して選ぶことができます。声をかけるとすぐに来てくれることが多く、そのやりとりは短くても丁寧です。食事が終わった後も、店員に声をかけて会計を頼むのが一般的です。席で待っているだけでは進まないため、自分から合図を送ることが必要になります。この文化は、客と店員の関係が対等に近いことを示しているとも言えます。どちらかが一方的に合わせるのではなく、互いのタイミングを尊重しながらやり取りが行われます。店員は客を見守り、客は必要な時に声をかけます。その距離感が食事の時間を落ち着いたものにしているのだと思います。もし日本の店に入った時、店員が近くに来なくても心配はいりません。注文が決まったら、軽くすみませんと声をかけてみてください。特別な勇気は必要なく、周りの人と同じように行動すれば自然に通じます。この小さな呼びかけは、日本の食事の中で大切な役割を持っており、互いに気持ちよく過ごすための合図なのだと感じました。今日は、
日本の道路で見られる小さな合図や気遣いについて話したいと思います。日本で車に乗ったり、道を歩いたりしていると、特別な言葉を使わなくても、互いに気持ちを伝え合っている場面をよく見かけます。法律で決められているわけではありませんが、多くの人が自然に言っている習慣があり、それが道路の雰囲気を柔らかくしているように感じます。まず有名なのがオレーハザードです。車線変更をさせてもらったとき、後ろの車に向かってハザードランプを数回だけ点灯させます。本来ハザードランプは緊急時や駐車時に使うものですが、この短い点灯は入れてくれてありがとうございますという意味として使われます。声は聞こえませんが、光の合図で感謝を伝えているのです。必ず行わなければならない決まりではありませんが、これを見ると相手の気持ちがわかり、運転している側も少し安心します。細い道でも似たような場面があります。住宅街などでは、車同士がすれ違えない道に入ることがあります。その時、どちらかの車が少し手前で止まり、相手を先に通します。通してもらった側は、軽く会釈をしたり、手を挙げて挨拶をしたりします。窓を開けて言葉を交わすことはほとんどありませんが、その短い動作だけで十分に気持ちが伝わります。急いでいる時でも、このやりとりが行われるのを見ると、不思議と落ち着いた気持ちになります。歩行者との関係にも特徴があります。横断歩道の前に人が立っていると、車が止まる場面が多く見られます。止まってもらった歩行者は、急いで渡るだけでなく、軽く頭を下げることがあります。これも決まりではありませんが、自然に行われています。互いに相手を意識していることが、行動として現れているように思います。また、日本ではクラクションがあまり使われません。危険を知らせる必要がある時以外は鳴らさない方が良いと考える人が多く、少し待てば済む場面では静かに待ちます。音で急がせるより、相手の動きを見て対応する方が良いという感覚があるのかもしれません。そのため、道路全体の雰囲気も比較的落ち着いています。このような合図は、交通の流れを大きく変えるものではありませんが、気持ちの面での余裕を生んでいます。譲った側も譲られた側も、短い時間の中で相手の存在を認め合います。時間にするとほんの数秒ですが、その積み重ねが道路の空気を柔らかくしているのだと思います。僕自身も運転をしていると、道を譲ってもらうことがあります。その時、自然にハザードランプをつけたり、手を挙げたりします。最初から教えられたわけではなく、周りの人の行動を見て覚えました。強制されている感じはなく、むしろ行うことで気持ちが落ち着きます。相手の表情は見えなくても、同じ道を使っている仲間のような感覚が生まれるからです。こうしたやりとりは、小さな礼儀のようなものかもしれません。大げさな挨拶ではありませんが、相手への配慮を短い合図で伝えています。急いでいる時ほど忘れがちですが、少し余裕を持つことで全体の流れが整います。道路は多くの人が共有する場所だからこそ、こうした気遣いが意味を持つのだと思います。もし日本で車に乗る機会があれば、周りの動きを少し観察してみてください。
ハザードランプの短い点灯や軽い会釈の意味が分かってくると、運転の印象も変わるかもしれません。言葉を使わなくても気持ちを伝え合う方法があることに気づき、道路の景色が少し違って見えてくるように感じました。